はい、こんにちは、レイウッドです。今回の動画は WPL ジャパンの解説動画ですね。こちらの こちら C24 ですけど、C14 と C24 系のサーボですね。サーボの交換方法について解説させていただきます。このサーボを交換する状況としてはいろいろあると思うんですけれども、単純に故障してスペアパーツと交換しますよっていう場合だったり、あとはこっちの方が多分多いと思うんですけど、メタルギアを使ったサーボ、アップグレードですねをされる場合、いずれももちろんやり方は一緒なんで、早速ですけれども、この C1424 系の交換方法ということで実際にやってみたいと思います。で C34 ですね。 C34 はまた別の動画で、この次の動画になると思うんですけど、アップしますので、よければ C34 を参考にしたいよという方はそちらの方ですね、見て参考にしていただければと思います。で今回のちょっとサンプルで使うこの C24 なんですけど、メタルアップグレードパーツが一式入ってる形にはなるんですけれども、これはですね、ノーマル状態でもやり方は一緒なんで、もうほぼ一緒ですね。ほぼ一緒なんで、今ノーマル状態だよという方もこの動画で見ていただければ大丈夫だと思います。はい、ではまずボディから外していくんですけれども、もう他の動画でも結構ボディの外し方出てるとは思うんですけど、一応ちょっとこちらの動画でもですね、ご説明はさせていただこうと思います。で、まずここですよね。ここのネジを、ここじゃないですね、ここじゃなくてこちら側のネジ、左右それぞれ外していきます。はい、今左右2本外しました。で、次にここですね、ここのネジ、ちょっと見えづらいですかね、こんな感じかな。次にここですね、ここのネジを外します。これももちろん左右ですね、左右外していきます。はい、今この前の2本と、あとはここの2本を外して合計4本外しましたっていう状態です。この状態でもうフロント部分がガバッと上がりますので、ここから手をちょっと入れていただいて外すんですけど、この今手を入れて押さえていたのはこの辺りですね。この辺りが引っかかってちょっと外しにくい場合があるので、それを避けるためにここからちょっと手を入れて押さえながらガバッと持ち上げたっていう感じですね。あとこの辺外れにくい場合は、ここをちょっと開きながら、開くんで開きながら持ち上げていただくとガバッと外れるかなと思います。で、あとはリアの部分ですね。リアの部分はこちらはまずここのネジ、ここ外していただいて、全部で3本ですね。あとはこのサイドのネジと反対側ですね、この反対側外していただくと、ここがガバッと外れますので、ちなみにこの2台外さなくても作業はできます。このすっきりした状態で作業したいなっていう場合は外していただければいいですし、そのままでいいやっていう場合は外さなくても大丈夫です。で、続いてこのデッキを外していくんですけれども、この2本ですね、この2本を外します。そうするとこのデッキがもうカパッと外れますので、これで、もうこの基板を外していけばサーボにアクセスできるっていう状態ですね。はい、ではこの基板、受信機兼 ESC ですね、これは外していきます。これはネジ1本ですね、ここ外して、そうするともうここが外れるんで、続いて先に配線外しておきましょうか。これがサーボの配線ですね。この受信機兼 ESC、この電子基板ですね。この電子基板から線が
こう出てきていると思うので、他の線は赤と黒の2本線なんですけど、このサーボに関しては3本線、黄色を含んだ赤と黒、この3本線が出てきていると思うので、これは外してあげます。続いてこの2箇所ですね、この2箇所のネジを外します。こことここですね。はい、これでもうこの上のプレートで押さえられている部分のこのプレートを外すことができるので、これは外してあげます。でもうサーボ外せるんですけど、その前にこちらですね、このサーボホーン、この白い樹脂、この白い樹脂パーツの先にネジがついていて、このリンケージとつながっている、このリンケージを固定しているネジがあると思うので、これを外してあげます。これですね。でこの辺りはこのメタルアップグレードパーツがついている場合とノーマルの場合でちょっと形状は違うんですけど、このネジ止めされてるっていう意味では同じなんで、やり方は一緒ですね。はい、これでもうサーボがフリーになってるはずなんで、この上からガバッと外してあげます。こんな感じですね。これでサーボの取り外しができましたという状態になります。ではここからもう新しいサーボをですね付け替えて、サーボを取り付けていくっていう形になるんですけれども、せっかくなんでこのノーマルのサーボを今回はこのメタルギアを使っているサーボに交換したいと思います。でちょっとついでにこのメタルギアサーボの説明だけ簡単にさせていただくと、こんな感じでここは金属になってますよね。でこちらは樹脂で、もちろんこの内部にギアがたくさん入ってるんですけど、それも、半分以上かな、半分超えてますねがこうメタルギアに、重要な部分のギアがメタルギアになってるっていうのがこのメタルギアサーボになります。でこちらはこの今見えているここも白い樹脂なんですけど、中のギアも全部樹脂っていう形なんで、当然こちらの方がその丈夫さっていうか信頼度っていうところでも上になりますし、動作スピードとパワーもですね、単純にこちらの方がいわゆる上位互換っていう形になってますので、特にノーマルのまま遊ばれている方はこの樹脂の方でもいいんですけど、特にこのメタルアップグレードパーツ、この辺組み込んでるような方はぜひサーボも合わせてアップグレードしていただいた方がいいかなと思います。どうしても車体がこう重くなってくんで、そうすると車体を制御する、ハンドルを操作するこのサーボっていうのも強化してあげた方がいいのかなというのがありますので、これもおすすめですね。ではこれの組み込み方法なんですけど、こちらはですね、外すときは単純に外しただけなんですが、組み込むときはちょっと動作させて、このセンターを出してからこのサーボホーンを取り付けてほしいんですよ。で一応このメタルギアサーボを購入されるとこのサーボホーン一式もついてきますので、この辺もリフレッシュすることができます。あとは結構大事なのがビスですね。これ中にビスちょっといろいろ入ってるんですけど、実際使うのはこの黒いのが1個だけ入ってると思うんですけど、これがタッピングビスじゃなくて通常のビスになります。でもともとついているこの軸の部分が樹脂のサーボ、これは取り付けの時にタッピングビスって言ってネジの山が粗いやつですねを使うんですけど、こちらは軸が金属になってるんで、ネジ穴がもう切っている、あらかじめ切ってある状態なんで、もうこの付属の黒いネジ、この通常のビスですね、必ずこれを使うようにしてください。はい、では実際に取り付けになるんですけど、まずですね、この一応スイッチがちゃんとオフになっているか、車体のスイッチですね、これがオフになっているかっていうのを確認してください。でこれがオフになってますという状態で、もちろんバッテリーも接続していない状態、走行用バッテリーも接続していない状態で
まずサーボですね。サーボを接続します。で、このつける向きなんですけど、こんな感じになります。黒は茶色、赤は赤、黄色はオレンジっていう位置ですね。で、接続していただく。はい。で、この状態でですね、走行用バッテリーをつけちゃってください。走行用バッテリーつけていただいて、さらに送信機ですね。送信機のスイッチを入れていただいて、車体のスイッチを入れてください。そうすると、このサーボがこう動くようになると思うんですけど、この状態でまずプロポのこのトリム調整ダイヤル、これをですね真ん中にしてください。ちょっと真ん中分かりづらいかもしれないんですけど、この線がこのマイナスドライバーが入るようななんか溝が掘ってあると思うんですよ。これが水平になる位置、これが真ん中です。で、この状態で一応左右にこう回していただくと、左右にこう同じぐらい回る状態になってるはずなんですよ。これを左右に同じぐらいこうトリムダイヤルが回せるような状態で、かつこれが今画面に向かってこの水平の状態ですねに合わせてください。で、これがだいたい真ん中になるっていう感じですよね。で、この状態でこの付属のサーボホーン、これですね、この形状のやつ、これを取り付けていただくんですが、まずサーボを取り付ける向きを確認しておいていただきたいんですけど、この向きですよね。こちら向きだとはまらないので、こちら向きですね。で、この状態でこれが下向きになるんですけど、メタルアップグレードパーツを入れてる方、このメタルアップグレードパーツ一式、これですよね、このフォーシングとかこの辺り一式がこうメタルパーツになる、これを入れてる方はこの状態でですね、こちら向きにこんな感じで斜めになる。で、これすいません、ちょっと詳しくはこれも詳しく解説するとちょっと長くなっちゃうんで、これなんで斜めにするかっていうのは、メタルアップグレードパーツ購入されて動画を見られてる方はそちらの方で見ていただいてるとは思うんですけど、一応そちらの動画の方で詳しく解説はさせていただいてますので、ちょっとこちらの動画の方では省きます。まあメタルアップグレードパーツ組み込んでる方だったら多分そのあたりは把握していただいてると思うので、一応お見せしておくとこれぐらいの角度になります。で、後でこれを接続しますよね、このリンケージを。これが斜め下から来てますので、このリンケージが斜め下から来てるんで、まあ、ここを垂直にするっていう形になるんですけど、そうするとこれは自然と斜めになるんですね。で、後で微調整はできますので、一旦だいたいこれぐらいの角度でついてればまあまあ大丈夫です。で、この状態で忘れずに付属のビスですね、タッピングビスを間違えて使わないように気をつけてください。この目の細かい通常のビス、これが付属してますので、これを使って取り付けてください。で、これは相手がメタルになるので、メタルギアサーボを使われている方はこのビスはちょっと強気で締め込んであげていただいても大丈夫です。こんな感じです。これでこんな感じでちゃんと動作してるかなっていうのを一応確認していただきつつ、この状態で組み込んであげてください。で、この状態になったらもう車体の電源切っていただいて、送信機の電源も切っていただいて大丈夫です。はい。で、すいません、今メタルギアのサーボを使って説明しちゃってたんですけど、もちろんこのノーマルのサーボですねに乗せ替えるというか交換するっていう場合でも今の手順は同じです。ただしこの足回りがメタルアップグレードパーツじゃなくてノーマルの場合っていうのは、このサーボホーンを取り付ける角度っていうのは斜めではなくてこんな感じになります。もうほぼ垂直。これはですね、もともとついているリンケージのちょっと長さに影響するんですけど、この
サーボを、これはメタルギアサーボを取り付ける場合でもノーマルサーボでも一緒なんですけど、この車体側が、いわゆるドノーマルの状態、何もいじってませんよっていう場合には、さっきこれ取り付けるときこれぐらいでつけたと思うんですけど、このほぼ垂直の状態で取り付けてあげてください。ちょっとそこだけ注意点になります。はい、では引き続きこちら組み立てていくんですけど、この状態でこれサーボのよく耳とか言うと思うんですけど、このサーボのこの耳の部分、ここですね、この部分とこの部分、これがちょうどここに刺さるようになってると思うんですよ。こんな感じでちょっとグッて入れてあげるとぴったり収まるような形になってますので、これで入れ込んであげて、分解した時と逆の手順ですね。この蓋、サーボを押さえるプレートですね、これをここに入れて、でネジ止めをしてあげます。でここのネジだけちょっと他と違う感じのやつが使われてたと思うんですけど、この先だけネジが切ってあって、途中半分ぐらいからネジがギザギザがないやつですね。でちょっと長めのやつ、これを使います。でここは相手が樹脂なので、あまり強く締め込みすぎないようにご注意ください。であとはここも逆の手順になるんですけど、ある程度このコード類ですね、リード線、この配線ですね、配線がある程度収まるような感じで、こんな感じがいいと思うんですけど、ちょっとまとめてあげながら、ここですね、ここにこの基板のこの穴ですね、この穴がちょうどくるような感じ、こんな感じにしていただいて、で取り付けてください。こんな感じになります。すいません、これバッテリー今つけっぱなしになっちゃってましたけど、外しといた方がいいですね。であとはここですよね、このサーボホーン、白い樹脂がここに出てきていると思うので、これの、一番先端か2番目、これちょっと好みがあるんですけど、先端にすると切れ角は一番大きくなります。ただしちょっと、特にノーマルの送信機を使われている場合には、エンドポイントアジャストって言って、ちょっとすいません、小難しい話になっちゃうんですけど、この切れ角を最大値どこにするかっていう調整がさすがにちょっとこのノーマルの送信機がついていないので、例えば社外品の送信機使われている方は、そのエンドポイントアジャストって言って、どこまで切れるかっていうのを微調整できる機能が大体ついてるんですね。その場合には個人的には一番先頭、一番先につけておいて、そのエンドポイントアジャストで左右それぞれ微調整していただくのがいいかなと思うんですけど、ノーマルの送信機の場合にはその機能はついていませんので、ちょっとここ好みになるんですけど、切れ角がたくさんあった方がいいなっていう方は、このサーボ本を先っぽにつけてください。でただその場合にちょっとデメリットもあって、ちょっと組み方とかにも正直よるんですけど、この特にここですね、ここが干渉しちゃう場合があるんですよ、走行中、特にバックした時で、それを自分で調整して走らせるからいいよっていう場合は、切れ角のこの角度の大きさを重視して、サーボホーンの穴に関しては一番先端の穴を使っていただいてもいいかなと思います。ただそれがですね、ここ干渉するのがちょっと嫌だなという場合には、先端から2番目の穴に取り付けていただくと、この切れ角は少し減りますので、その代わり旋回の円ですねがちょっと大きくなっちゃうっていうデメリットはもちろんあるんですけど、これはもしよければ、お好みでっていうところになるので、それぞれ試していただいて、実際に走らせてですね、試していただいて、どちらかいい方でセッティングっていうんですかね、
調整していただければいいかなと思うんですけど、ちょっとすいません、話それちゃったかもしれないんですけど、一応この穴の位置に関してはそういう形で調整してください。はい、でここのネジですね、もともとついていたこのちょっとすいません、ロットによって色違う場合もあるんですけど、ほとんどの場合これ銀色になるんで、この銀色のこの長いタッピングビスですね、これをもともとついてたやつですね、これを使ってまた取り付けてください。ここですね、ここネジ締めていただくんですけど、ここはもともと相手側のがもちろんサーボホーンのこの白い樹脂ですし、あとはこの穴の深さ、受ける側のネジを受ける側の穴の深さもそんなに深くないので、特にここはちょっと舐めてしまわないように、そんなにここきつく締めなくても外れそうで外れないんで、ここもですね強く締めすぎないように気をつけてください。はい、これで一旦取り付けができましたという状態になります。であとはもうボディを元に戻すだけなんですけど、荷台これ外してる場合はこれをつけてあげます。 C14 の方はですね、すいません、外す時もそうなんですけど、そんなに変わらないんで、ここも同じような作業で取り付けはしていただけるかと思います。一応これ戻す時にここですね、ここの穴の位置が合うようにっていうのを見ながらっていうのと、ここですね、ここがここの穴に合うようにっていうのを見ながら、さらにですね、ここのモーターから来てるリード線、この線ですね、この線がちょっとすいません、画面で見づらいかもしれないんですけど、ここが通るようになります。ここを通るようになるんで、ちょっとこう場所を合わせながらこんな感じですね。ここがちょっと避けられるように逃がしができるようになってるんで、ちょっとこの溝にこの線を、モーターの線を逃がしてあげながらこうはめていただくと、このネジがですね、ネジ穴がですね、ちょうど差し込めるような感じになると思うので、これで分解した時の3本のネジですね、あれをそれぞれ戻してあげます。ここはこの長いネジですね。でここはこの短めで頭もちっちゃいネジを使います。ここですね。ここも相手が樹脂なんで強く締め込みすぎるとネジ穴舐めちゃうんで気をつけてください。はい、こんな感じになります。でこの線は作業するときに変なところに巻き込みやすいんで、僕はだいたいここにこう挟んどきます。こんな感じで挟んどくって感じですね。でこの状態まで来たらこのデッキを元に戻しますと。でこの時にこの白いのアンテナ線なんですけど、この辺りもちょっと変なところに巻き込んだりしないようにこう今一度位置を確かめつつ、あとはここもちょっと変なところに巻き込みやすいんで、このヘッドライトの LED の配線ですね、この辺もこっちの方にこっちの方にビヨーンってこんな風に出たりしてる状態にはならないようにして、こっちの方に収めてあげてください。こんな感じで。でこのデッキですね、これをはめ込むんですけど、この2箇所ですね、この2箇所にこことここにここの穴の部分、これがぴったり合うような感じではめてあげます。でこの時に、この中もちょっと覗き込みながら配線が変なところに噛み込んだりしていないかっていうのをちょっと確認しながら、ネジ2つですね、このネジです、これを2本ですね、また締め込んであげます。
はい、こんな感じですね。で、あとはこの線ですね。この線がちゃんとここに来てるか、変なところに巻き込まないかっていうのを注意しながら、これをちょっとここ開いてあげながら、ここにこう入れます。で、さらにこれを入れるときに、ここですね、外すときの逆ですね、ここが引っかかりやすいんで、ここちょっとこう押してあげながら、こんな感じで、こんな感じですね。で、戻してあげる。で、まあこの辺も分解した時と逆の手順なんですけど、まずこのネジからいきましょうか。この長くて頭の大きいネジですね。これをこの部分ですね、ここに戻します。ここですね。反対側も同じですね。で、あとはここですよね。こことここもネジをそれぞれ戻します。ここも結構このヘッドライトの LED の配線を挟み込みやすい部分なんで気をつけてください。はい、こんな感じでボディが戻せました。で、ボディを戻したら一応ですね、動作確認だけして問題なく動くかっていうのはチェックをしていただくといいんじゃないかなと思います。では送信機オンで車体もオン。はい、こんな感じで特に問題なく取り付けができたっていう状態になります。で、もちろんこれ新しく取り付けた状態なんで、実際にあとは走行させてこのトリム調整ですね、これは一番最初に調整していただいた時と同じなので、また外で走らせる時なんかにこのトリム調整はまた実際にしていただくという形でお願いします。はい、では今回 C14 と24系ですねのサーボの交換方法についてご紹介させていただきました。また何かですね、こういう説明の動画も見たいよとかっていうのがあれば、コメント欄ですね、よければご要望いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではご視聴いただいてありがとうございました。